歴史から中国の思考を知るの第2回目。中国をより理解するヒントになるかもしれない歴史上の出来事の紹介だよ。今回は米豪主義というテーマでやってみるぜ。中国では秦以降、皇帝の権力が極端に集中し、皇帝の意向は絶対だった。この政治体制の下では、皇帝が起こるかどうかが官僚の生死、出世を決める。官僚から見れば、正しい政策を言って左遷されるより皇帝の気分に合わせて昇進することを狙う方が合理的なんだ。結果として芸豪が勝ち筋になってしまうんだね。しかしこれは臣下にとって君主に真実を伝えるインセンティブが消えることでもあり、情報が皇帝の機嫌を損ねない形に加工される傾向を生む。そうか、真実の情報を用いて直言還元する人ほど危険な立場になるからな。しかしそうすると皇帝に真実が伝わらない状態で政治判断が下されることになり、皇帝が政治を誤り国の衰退や最悪の場合滅亡につながってしまうんだ。今日はそのような事例を隋と唐から1名ずつ紹介していくぜ。まず1人目は虞世期。彼は南北朝の末期に陳に仕え、その学識の深さや文学的才能を高く評価された。隋が陳を滅ぼし、さらに煬帝が即位すると、虞世期は煬帝の寵遇を受けた。当時皇帝への上奏文は1日100件単位であり、煬帝はいつも朝廷では決裁を下さず、内室の中で虞世期に口頭で指示を与えた。虞世期は役所に戻ってから命のりを書き、1日100枚にもなったが、書き間違いや書き漏らしがなく、極めて正確であったらしい。すごい記憶力だな。それは煬帝からも信頼されるわけだ。そのような才能あふれた虞世期だったが、後に問題行動を取るようになってくる。どうなったの？高句麗遠征が失敗に終わり、各地で反乱が起こるようになると、煬帝は例えば反乱が続発しているといった嫌な情報を耳にすることを嫌うようになってきた。変化がいよいよ乱れると、煬帝は南方に行幸をすると言い出し、諌める者を次々と惨殺した。こうした状況を見て、虞世期は自らに災いが及ぶことを恐れ、煬帝の気に入らないことは報告しなくなった。例えば虞世期は敗戦の報告が各地から上がってきても、その上奏文を差し止めて事実を伝えなかった。それじゃあ煬帝の耳には一切ニュースが入ってこなくなるじゃないか。彼は皇帝に真実を正直に伝えることより、自分の目先の身の安全を選んだんだ。この頃煬帝は楊義信という名将を派遣して黄河の北方の反乱軍に向かわせた。楊義信は河北で反乱を起こした数十万人を降伏掃討して、その事実を列挙して上奏したんだ。大戦果じゃないか。しかし煬帝は各地の反乱の実情を知らないものだから、この上奏を見て義信の下した賊はなんと多いことか。わしは賊がすでにこれほど多くなっていたとは知らなかったと嘆いた。それに対して虞世期は、こそ泥は多くても心配するには及びません。義信はこれを破って今大軍を擁し、長く辺境にとどまっておりますが、これは最も良くないことでございますと言った。虞世期がそんなことを言うもんだから、煬帝はお前の言う通りだと言い、急いで楊義信を召喚し、その兵を解散させてしまった。そのため反乱軍は再び勢いを盛り返してしまったんだ。あかんやん。さらに唐と洛陽を守る越王の楊東が反乱軍に攻められると、楊東は皇都の煬帝に使者を送り救援を依頼した。この使者は反乱軍をかいくぐって皇都にいる煬帝のもとに到着し、煬帝が帰還すれば反乱軍は敗れるだろうが、さもなくば洛陽は陥落すると言ってお悦したところ、煬帝は顔色を変えた。これに対して虞世期は、この男が越王をたぶらかしているのだと言った。結局煬帝は怒って使者の言葉を退け、使者は洛陽に帰る途中に反乱軍に殺されてしまった。これ以降煬帝の周辺の人は誰一人各地の反乱のことを口にしなくなった。ますますあかん。結局しばらくの後に煬帝は臣下のオブン下級に殺されてしまい、虞世期もその時一緒に殺されてしまったんだ。経営には同情すべき点も多々あるけど、最後の2つのエピソードはいただけないな。自分の身可愛さに結果として隋の滅亡を加速させてしまっているじゃん。隋の亡国を招いた最大の責任は煬帝にあるけど、正しい情報を握りつぶした虞世期にもその責任の一端はあると言えなくはないな。2人目は李林甫。唐の元宗の信任を受け19年にわたって宰相を務めた人物だ。唐の元宗といえば、前半は海元の地と呼ばれる優れた政治を行い、唐の全盛期を築いたけど、後半は楊貴妃に溺れて国を乱し、安史の乱を招いたんだったね。楊貴妃のせいにするのは王貴妃に不公平だな。元宗皇帝が在位期間が長くなり、次第に奢侈にふけり政務を怠けるようになったというのが正しいだろう。そしてこの頃の宰相が李林甫だった。彼は世間の人々から口に蜜あり腹に剣ありと評された人物だ。甘い言葉で人を油断させておいて後で陥れるような人間ってこと。そういうこと。
表面は柔和なんだけど心の中は計算高く、自分の権力の妨げになるものは必ず排除した。彼は狙いをつけた人間にはまず甘い言葉で近づき、仲良くした後で陰で手を回して陥れたんだ。危険なやつだな。そして天宗皇帝に気に入られるためにリリンポは宦官や皇妃の家と結託し、彼らを経由して伝宗が何を考えているのかを徹底的に探った。そういうリサーチ手法を使ったのか。そして何でも伝宗の意向に沿って上奏するようにしたので、伝宗から大変に気に入られ信頼されたんだ。併合を極めているね。最小なんだから、伝宗が政治を怠けていたら諌めるべきだろうに。天宗は天下は平穏であり、陳は無為の生活を送りたいと思う。リリンポに政治の全てを委ねたいとまで言い出し、宦官の好力士が諌める始末だった。伝宗は政治から離れて遊び暮らしたかったんだな。リリンポは天宗の意向に迎合して、伝宗が奢侈と享楽の毎日を送るように仕向けたので、政治はますます弛緩していった。一方でリリンポは自分の性的になりうる人物は絶えず排除した。彼は楊貴妃の兄の楊国忠を最初は腹心として使っていたが、彼の力が増してくると今度は彼を牽制しようとした。そのためにリリンポが登用したのが、自分を脅かす心配のない異民族だ。リリンポは元宗に異民族を節度師に用いるように進言し、これが用いられた。こうして登用されたのが安禄山、加助官、高専氏らだ。安禄山。そう、リリンポの死の3年後に安禄山が反乱を起こし、大混乱に陥った唐は衰亡に向かう。リリンポの最小時代には迷信が次々に退けられ、政治の混乱は進んでいたのだが、リリンポは元宗に完全に迎合しつつ、元宗が政治に興味を持たないように仕向けていたので、元宗はそれに気づかなかったわけさ。藩士の乱と唐の衰亡の原因を作ったのはリリンポだったんだね。見てきたように、君主というものは自分に迎合する臣下によく注意しなければならない。実は戦国時代に早くも韓非氏がこのことについてこう述べている。すべて邪悪な臣下というものは皆君主の心に迎合し、それによって君主に信頼され寵愛される状態を獲得しようと願うものである。君主が自分の嫌がることが何かを見せると、臣下はそれを隠すようになり、君主が自分の好きなものが何かを見せると、君臣はそれに迎合してないものもあるように見せようとする。韓非氏は君主がこのような好き嫌いを見せるのは臣下につけ入る隙を与えることになると警鐘を発しているんだ。さっきのリリンポがいい例だな。元宗は完全に彼を信頼してしまっていたからな。だからそうならないように、君主は自分の好き嫌いを見せず、法術を用いて国を治めることが大事だと韓非氏は説いているんだよ。今回は具世紀とリリンポを例に挙げたけど、こういう進化の事例は他の時代にもたくさんあるぜ。明代なんか特に多い気がする。併合型の進化って全世界にいると思うけど、中国に特に多いような気がするな。どうしてだろう。中国は君主権力が強力な時代が長かったというのが大きいだろうな。そして権力志向が強い君主ほど自らの潜在的な脅威となる有能な重臣の存在を嫌う。正論で直言したり、自分の能力を誇示したりする進化は危険な目に遭いやすくなるのか。そして強力な権力を持つ君主が自分に脅威を与えることのない迎合型の進化を好むと、迎合型の進化は爆発的に増殖することになる。君主の好みに取り入った方が自分にメリットがあるからな。そういった進化は国を愛しているわけでも、君主に忠誠を尽くしているわけでもない。ただ自分の利益と身の安全のためにそうしているだけだ。そういう進化が権力を握り、君主の判断力を狂わせるようになると国が危うくなる。だから韓非氏はそういう進化を邪悪な進化だと言い切っているんだね。それでは今回はここまで。